から、いや今回費用は出してもらえるもん。あ、そうなんですか。今日は遺品整理孤独死の現場なんですけども、民宿親族の方がちょっともう疎遠で、かなり高齢の方らしくて立ち会いには来れないということで、オーナーからのもともとの依頼ご電話いただいたっていう流れになります。発見とかその辺は遅かった。でももう若干匂いが落ち着きつつあるぐらい多分期間が経ってるのかなというような。友達が来はって、おかしい。連絡が取られると開けてくれ。いらっしゃった。開けてみたら警察が来て。この場所の現場って中がやっぱ体液で結構汚れてるやんか。それをそのまま出たり入ったりすると、ここに匂いが。で本当はもう中で作業する人、運ぶ人と完全に切り分けてやるのがベスト。だけど言っても現場があって、でも警察の方がうろじろしてたりとかするんで、結構匂いとか拡散してる可能性がある。だからここで養生しとくと。でもう同時進行で人数いてるんで、営業組とその清掃組とっていう。すみません、お願いします。わかりました。私何してたらいいですかね。現場離れられてももちろん大丈夫ですし、中に入っていただくことは特にございません。貴重品なんかがあれば必ず仕分けして残しておくようにはしますので。よろしくお願いします。口が入りますよね、やっぱね、これ。幸いにもそんなに匂いが強くないんで。そうですね。ただ確かに下に染みてるような感じはするな。パリパリやん。これこっち持ったら、パリパリやわ。それも貸しないですね。みんな風そうだったらもうさっきここ、みんなが踏めるようにやる。今汚れてる箇所を出しましたと。で、染みてるじゃないですか。これをみんなが踏んで歩いて外出たら分かりますよね。だからここはちょっと一旦清掃して、匂いを分散させない。後で清掃が大変になるだけで、こういうのをちゃんとやらないと現場きれいにしたけどどっかが匂うとか。きれいに匂いが取りきれないっていうのはそういうことなんで、ここ小杉さんの置き場なんでね。ご位牌とかそういうのがないもんね。ほらこれご位牌の名前や。もうこういう現場の特徴で薬飲んでる方を、で、医学が結構進歩してるんで、本当も2、30年前だったら入院しないといけないようなご病気だったとしても、今は薬で通院できたりとか、でもそれってどっかでやっぱりリスクが伴ってると思うんですね。でも緊急に何かあった時とか、そういった時って一人暮らしだったらどうしてもそこで苦しくて助け呼べなくてとか、誰かいればね、おかしいって分かってすぐ結局呼べるんですけど、一人の時はそれができないので。これも特徴ですか？結構ね、その紙幣を使って小銭が使えない。そうか、出た小銭は使えないんだ。お釣りでもらった小銭は使えない。それはで、ゴミは分けてる。ゴミは入れてる。でももうできてないんですよ、晩年はね。このフィルムのやつにお金入ってるパターンめっちゃあります。何かあります。吐血の後の吐血ちゃうかなと思うんです。この生と死は吐血した後に出てこられて倒られたっていう可能性もあるかなと、僕初め現場見た時に思ったんですよ。
ちゃんと調味料からありますね。これは冷凍ですね。これも冷凍されたものなんですけど、小分けにして冷凍はい。死後1ヶ月、2ヶ月前のお肉ですね。今冷蔵庫に残ってるのが冷蔵ですね。はい。そしたらまあその辺やな。この辺りに亡くなられたのかなと。デッキあるデッキ。デッキ中これはリフォームしたばっかりの兵配があったんですよ。こっち側にはよう出てけえへんって言われたんで、なるほどなるほど。付き合いが全然ないってああ、なる冷たいもんやね。この人のお兄さんの奥さんだからつながりがないっちゃないんで、お兄さんはもうおられない。もう亡くなってるんですよ。なるほど。だからそのお墓があるらしいんですよ。だからそこには入れてあげることはできるけど、風で骨を取りに行くことはできないということです。これね、幅木今日残しなんですよ。幅木残すんで、幅木の下にしてちょっとだけ入ってんねん、0.3ミリぐらい。だからこう上げに行ったらこの端っこでめくれるんで。ということで、おのおの。OK。OK です。はいし、じゃあ行こう。めっちゃしてたもんな。まずは正しい。今から秘密兵器で匂いを遮断したいと思います。はい。たまに混ぜながらやること。はい。壁で新しい壁紙、できたらオーナーさんとしてはこれ張り替えたくないじゃないですか、費用かかるんで、でも見た通り発見めっちゃ遅かったじゃないですか。結構匂いついてるんですけど、それ今取っていく作業になります。この辺りはもう鼻近づけても匂わなかったので、特に匂う箇所のちょっと広めに枠を取ってコーティング通させていただいたっていう感じになりますので。小銭すごかったですね。どうしたらいいんですかね。ご家族の方がもういらないということであれば、写真はうちの方で処分します。ご供養して処分します。で、あとは現金関係は僕ら持って帰れないので、もうオーナーさんの方でまあしていただければと思います。小銭が割と小銭のはいでも発見は結構遅かったですか。いや、警察は2、3週間って言ってはったけど、実際には多分5日か1週間ぐらいやったと思うんですよ。その時エアコンもついてたらしいんですよ。そうなんですか。通帳あってもどうすることもできへんやろうし。解散とあかんもんやったら解散か。そうですね。そうなんですよね。なんかリースでいろいろ借りてはったから、なんか酸素ボンベは大丈夫でしたか。もう見つかって、ありがとうございます。もうちゃんと持って帰っていただきますよ。そうですね。最初キャンった時はなかったんやけど、見るたびにだんだん大丈夫かなって。だんだんちょっ
体調悪くなって弱っていきあります。よかっそこの階段登るのに5分ぐらいかかってきて、でもやっぱり逆にオーナー様からしてこれを起こるっていうのは、それはそれで辛いところですよね。こんなん初めてなんですよ。あ、そうなんですか。ここで40年ほどしてたけど、やめようかな。た。で今回費用は出してもらえるの？あ、そうなんですか。実際にその高齢者をやっぱり賃貸に入れたくないっていうことが社会問題になってるんで。福祉保険っていうのがあるんですか、はい、ありますね。でもそれに今度から入ろうかな。オーナーさんが入る保険と入ってもらう方に月々ちょっとずつ入ってもらうの2種類あるので、まあそこはね、あるのはあります。どこの保険会社がええのか、どこがやってるのかもわからんから調べたかんねんけど、もうこれもし床まで下まで行ってたら、これ全部ねってやり替えて。壁まで外したら、ほんまに100万ぐらいかかりますもっといくんじゃないですかね、でも、壁作り直したら。いや僕らはもうこれで済むんで、費用も落とすんで、そこは全然、そういうところと相別になったら、3分の1ぐらいなんですよ、僕らは。次は、このローミングを買ってくれるところ、それをさらさんとあかんのですけど。使用半だけ、まあ、最初より良かったかなと思いました。本当に最初より良かったです。これが逆にその壁を伝って幅木の後ろから壁を伝って下のコンクリートに大気が流れ込むっていうパターンがあるんですね。それが、これめくり切らないといけなくなるんです。そこが費用がかかってしまったりして。だから地方だったんで。こんなん初めてだから分からんからネットで調べて上から順番に見積もり取ってったらええのかなと思ってメモリーズ名前が出てきてあれこれなんか見たことあるぞ昔テレビでやってた思い出してで YouTube のあれを見てああそうやそうやここやここやで慌てて電話させてもらったんですよ金島さんにもろた見積もりに聞いたら作業4人で書いとったのに車でこっち来たらいっぱいいたらからどうしたのかな思って基本的には最低人数いただいてでスケジュールによっては午前中で終わるんだったら昼から早く終わらせたい昼から行けるからじゃあちょっと人数入れようかとかそういうこちらの都合で金額はそのままで動く。お名前聞かなあかんわ。いやー、名前が。よいしはい。おらい。何の用してんかとかで全部置いてるわけ。戸建てで、お家で亡くなられて、だから母は人の助けを借りたくないと、そんなんだったらもうここで一人で死ぬって言ってましたんで、最後まで自分の思い通り母がしたんだなということであるんで、それではもう納得はしてるんですけども、